ちは。今回はある検証を行いました。題して。てなわけで、検証条件がこちらです。要するに新しく作ったデータで0と9999まで行くってことですね。なお深き夜開始までの所要時間は出撃時間からは省きます。ちなみに本検証では追跡者のみを使用します。使いやすいんで。最後に一点皆様にお伝えしなければならないことがあります。実はこの検証は DLC の実装前に行ったものです。これだけははっきりと真実を伝えておきたかった。待ってください。要するにこれはボスにハルモニアやストラゲス、マップだと故障やカジムラ、大空洞が実装されていない時の深き夜ですよね。どれも難易度に大きく関わる要素で検証結果に影響が出ると思います。なるほど、もっともな意見ですね。そしてその意見に対する回答を私は持ち合わせていません。DLC 要素ありで全部やり直せ。往生しますよ。これでよし。取って付けたい言い回し。行くぜ、ぬるりと。具体的には何をやるんですか？まず深き夜はナメレスを撃破しないと解放することができません。そのナメレスは夜の王を4種類撃破することで挑めるようになります。これらのボスをこなしつつ並行して異物集めをするのが深き夜開始までにやることですね。異物は追憶や偽売りやボス報酬などから適当に見繕うつもりです。異物厳選までやってたら終わらなくなっちゃいますからね。結構時間がかかりそうですね。それもまた一興というやつです。そうですか。じゃあ終わったら呼んでください。The priest that you 無事深き夜が解放されました。所要時間はどの程度かかりましたか？3時間44分11秒ですね。この先震度5に到達した時に出撃時間からこの時間分引けば、震度1から5に費やした時間がわかるわけです。ふう、そういえばなぜプレイ時間ではなく出撃時間を基準にしてるんですか？プレイ時間だと異物の構成に悩む時間やらも含めることになりますからね。そういう時間が検証に影響するのはノイズかなと思ったからです。私は異物の整理とかにも時間がかかるタイプなのでね。じじい。聞き捨てならなすぎます。はるばる来たぜ深き夜。自信のほどは？まあ震度2まではつまずかずにいけるかなと思いますよ。震度3から4からは事故とか増える気もしますけど。じゃあ1、2でダウンしたらこき下ろしますね。弁護士を呼んでください。ウェイ。とりあえずいいスタートを切れました。一瞬ダウンした場面があった気がしますけど。なんのこったよ。まあこの調子でどんどん行きましょう。次の夜ボスはグラディウスですか。味方の忍者さんと鉄の目さん一緒に頑張っていきましょう。前衛は私が受け持ちます。何を見せられていますか？これは0と400の時の動画ファイルが破損したので代わりにログを見ているわけですが。しますよ。いやちょっと落ち着いてください。このような事態を想定できるものなど果たしているでしょうか。いや、いない。つまりこれは全くノーカウントな出来事と言えるわけです。言い訳みよ。何か棒をつないでください。そうですね。ではまあ普段私が心がけていることでも、私はピン刺しというか先導を積極的にやるプレイヤーではないんですが、ある基準を超えたらそのマッチの先導役を受け持つことにしています。それはどういった？最初の降下先の敵を倒してから10秒、20秒経っても誰もピンを刺さない時ですね。積極的にピンを刺す人はそれまでにピン刺ししているイメージがあります。やっぱりピンを刺す人がいた方が攻略は安定するものなんですか？プレイヤーによりけりじゃないですかね。ある程度テンプレみたいな経路があると思うんですが、それを他のプレイヤーも認識しているようならピンが向くともまとまって動くことはできますからね。実際よりボス戦まで誰もピンを刺さないまま攻略を終えたマッチも過去にありましたから。なぜそのマッチの時は自分でピン刺ししなかったんですか？負けが込んでる時はピン刺しする気力もなくなるのです。やれよ。無事終わったようですね。よいしょ。気を取り直して0と400やっていきましょう。こういうことはこれっきりにしてくださいね。一応継承動画なんですから。ご心配なさらず。第2弾は結構先になるので。
あ、もう始まりますよ。融合を考えておいてください。ピエ。すごいね。ちょろくないシーンがいくつかありましたが、練習ミスでしょう。なおダメだろ。まあちょっと立ち回りが雑な部分はあるかもしれません。ちょっとくらいしくじってもごまかしの効く進度ですから。ちょっとどころではなさそうなんですけど。ごまかしは効きそうですか？アバマン。はちゃめちゃが過ぎませんか？見返すとなかなかやんちゃな立ち回りしていくなとは思います。終わりよければ全てよし。良くない成功体験だと思います。これで次勝てば進路2に行けますね。よりボスはナメルス。超立て持ちの追跡戦のおやつです。ハリーに自信があるようですね。赤号です。ナメルス戦での単位成功率は大半7割ほどですからね。あまり信頼の置けない程度。やりました。一度もパリーしていないように見えたのは私だけでしょうか。パリーが味方の実行者兄貴に着しました。追跡者やの気何はともあれ進路1突破。よかったですね。この勢いで進路2も駆け上がりましょうぞ。滑落しないように気をつけてください。何が出るかな。変異体複数ボスが見える。ビビりすぎじゃないですか。進路2とはいえ低レベルであえて挑む必要はないですからね。今はただザ・ランあるのみ。煉獄さんは逃げなかった。お笑いですね。池を狙った覚えはありません。あなたがヘマしたらそこで終了ですね。変なプレッシャーにかけるのはやめてほしい。こういう状況の時はいつも手汗が出るんですよ、私は。夢か。私を一人にしないでください。ウサギか。レビアネキの女性に入ります。うわ、あなたがヘマしたらそこで終了ですね。やめなって。回収。そういえばさっきからアーチが止まってますけど。アーチはまだ温存してきたいんですよね。ボスの目は坂に片二人が固まってダウンしてる時に打ちたいです。抱え落ちするのが一番しょうもないのであまりもったいぶるのも良くないですよ。ベリクサーみたいですね。うわ、勝たない。明日は山です。この技が止めます。ステイステイ。シャワラ。あのアーチで味方ごと爆破した方が良いですよ。そんなことは僕の承知の人ですが、突進にためアーチを合わせるタイミングを実はよく知らないのです。それ、はめてない。そうかな。このフルモールくぐれた回数。一味違うんでしょう。地名だ、ありがたい。ここまで来たら一人で削り切っちゃいましょうかね。ねよかったですね。え、自分 MVP 名乗っていいっすか？して上がるな。何はともあれ1200到達。進路にはやっていけそうですか？わかりません。どっちだよ。こればかりはプレイヤーの相性とどのボスを引くかで変わってきますからな。
まあこれはどの進路でもそうだと思いますプレイヤーはともかくとして戦いたくないボスがいるんですか？けど、んなもんいつまでもないでしょう。もし当たったらどうするんですか？私は仲間を信じてます。他力本願。はいじゃないだ。レベル4で1日目ボスとやり合うことになりました。大丈夫なんですか？波のプレイヤーなら厳しいでしょう。波のプレイヤーさん大丈夫ですか？悟空助けてくれ。役立たずかもだ。恥をし恥を。お前たち最高だぜ。参拝しろ。本部にラッコでしたね。まあ否定はしません。味方のお姿がありがとうございますやでどんな。そこはありがとうじゃないよね。ナイトレイン最高の瞬間。襲撃イベントですね。何がともあれ開けた場所で戦いますよ。標的の鉄の目ありきは高台に陣取ったようです。それは愛だ。上まで登ってこないんですね。とうとうは動きお断りです。ヘイトスピーチ。ボスのエベルの得意ボタンはどうでしたか？まあどっちにせよお役立ち。敗北を知りたい。ここよまりス呼んできましょうか。やめてね。畳みかけます。ちなみにダウン中でもモンスターの包丁は飛んでくるので注意するように。これ以上難関面通しぶりですね。あんなビーム高深度で食らったら死んでしまうな。どの進路でも食らうな。なんだかんだでこれ勝てば進路3に行けますね。よりボスはナメです。小盾持ちの追跡者にはおやつです。この回はさっきもやりましたよ。坑道から中央砦に向かうルートを取るようですね。私は南東のスカラベを確認してから向かいますか。それは単独行動になりませんか？ボスと戦うわけじゃありませんし、追跡者の移動速度ならすぐに合流できますよ。あと一人で動くのは裏目が多いというだけで堅くなに避けるものでもないかなと思います。それは人によって分かれそうですけど。おや？何も落としませんね。ラグか何かでしょうか。まあ少し待てばちゃんと落ちるでしょう。この剣のサビにしてくれようぜ。何をしていますか？これはタリスマンが落ちるまで暇なので黄金カバを相手しているわけですね。ボスとは戦わないのでは。心配せずとも深追いはしません。おめえの頭はハッピーセットかよ。ランランルー。やばい、普通に手こずりました。結局タリスマンは落ちないし。地雷ですねこいつ。何も見たくねえ。渋後回し。これ余ったんでよかったらどうぞ。いえ、こういうのは助け合いですからね。媚びを売るには遅すぎますよ。いいとこなしでしたね。それ以上いけない。途中で切断されなくてよかったですね。
それはまあ、本当に。ビバ、素直に称賛しづらい。ちなみにここまでにどれぐらい時間がかかりましたか10時間24分22秒ですね。深き夜開始までの所要時間を引くと震度3到達までにかかった時間は、6時間40分11秒です。ふぅ。早いんですかこれは。どうでしょうね。1回の出撃にだいたい40分かかるとして勝利して得られるポイントは最低200。それを2000まで貯めるわけですから必要な出撃回数は10回で、40分 ×10 回で400分つまりは6時間40分が目安になります。これを踏まえると順調と言っても過言ではないと思いますよ。ふぅ。割とグダグダな印象でしたけど意外とそうでもないんですね。物事は対極的に見なければなりませんよ。でさ。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ポツ。